R35GTR ですね。平成29年の2月登録プレミアムエディションっていう中がやっぱり重要になるんですね。まあ多少安くても早めに売っちゃってもいいかなって思ってるんで、はい、よし君こんにちは。こんにちは。月が変わって9月4日、時間は5時38分、日がちょっと早く落ちるようになりましたが、そうですね。今日の気温はでも最高30度だったらしいです。今26度なんで、まあだいぶ過ごしやすくなりましたね。はい。はい、やりますか。9月一発目、すごい車が入ってきましたね。いや、これは初めてですね、多分。そうだね。まあでもね、ヨッシー初めてだよ。僕はここで見たのは初めてです。そうだよね。はい、俺何台か売ってるから。そうでしたっけ3号はね実は売ってるんですよ。ただほとんどが、商品車として、要は仕入れて置いて、でインスタとか YouTube とかで上げて売ってるわけじゃなくて、お客さんからのバックオーダー、そう注文車両っていう形で、まあ何台買ったって2台か、うちの会社だと、っていう感じですかね。でね、それこそ1個前の俺やってた会社あるでしょ、あっちじゃもう 35GTR めちゃめちゃ売ってましたからね。そうです、当時ね、っていう感じで、ヨッシー久々、まあ俺はちょこちょこやってるけど、まあそうは言っても商品としてやるのは、今回初になるかな、っていう形なので紹介させてもらえればと思います。でですね、この車も買い取りでいただいたお車。買い取りなんですか。そう、一般のお客様から買い取りでいただいたお車になりまして、内容はねやっぱりさ新しいから、程度は大体どれもいいんですよ。もうどう見ても綺麗なんで。そうでノーマルなので、特にこういじってなんだかんだとかっていうのもないんですよ。だ意外とね内容は薄くなると思います。いじってるわけではないんですよね。で言い方変だけどさ、まあ、35GTR になっちゃえばグレードの違いの説明であったりとか、それこそ市場のインプレッション動画とか、多分ネット叩きゃいくらでも出てくると思うので、そういうのは専門の人に任せて、今日は中古車屋の、視点で、ちょっとお話しできればと思いますので、気になる人は見てもらえればと思いますし、でもちろん買い取りでいただいた車なんですけど、これ店頭で販売しますので、35GTR 欲しい方いらっしゃったら行ってもらえればと思いますと。さらっと内容を話しちゃうと、平成29年2月登録の GTR ですね。なのでまあ 35GTR ってめちゃめちゃマイナーチェンジしてるんだけども、ざっくり言うと前期中期後期みたいな感じなんだよね。ざっくり言うと、の中のまあ後期ですね。内装インテリアとか変わって外装のデザインとか変わったまあ後期型という感じで、まあまあ一番人気があるんじゃないかなっていうのもありますし、あとは値段的なところも結構僕はここのラインが一番狙い目だと思ってる人なので、まあそこも踏まえて説明できればと思います。 OK ですか。じゃあそんな感じでやっていきましょう。9月一発目は 35GTR、 まだ買い取ってね3日です。つい最近。でまだホームページにももちろん上がってない。インスタにこんなの買い取りましたってちょっとストーリー上げたぐらいですか。今のところまだお問い合わせ来てないです。例のごとくアップしたけど売れてないっていうことがないように、これもよし早く編集していただいて、で僕の方はそこまで撮影をちょっとしないで、ホームページアップしないでという感じでやっていきましょう。 OK ですか。じゃあ本日よろしくお願いします。お願いします。じゃあよし君やっていきましょう。改めましてですけれども、今日紹介させてもらうのはこちらの R35GTR ですね。R34GTR まではスカイライン GTR でしたよね。そうですね。 R35 はスカイラインはつかない。つかない。つかない。なんでその自信なさそう。つかないんですよね。つかないんですよ。そうなんですよ。R35 からはもう GTR という感じになってますね。まず内容をお話しすると、年式が平成29年の2月登録の車。だから西暦でいうならば2017年式になりますね。でこれは MI17、2017年モデルという形の車になってます。でグレードはですねプレミアムエディションっていうグレードになっていて、グレードまあざっくり言うと3つあるんですよ。まあ 35GTR これ見てる方は多分知ってると思うんですけど、ピュアエディションっていうのと、プレミアムエディション、あともう一つブラックエディションというのがあるんですね。でざっくり言うとピュアエディションというのが、まあ、ベースの一番下のグレードって言ったらいいかな、まあ、ベースのグレード、でそこから分かれて、プレミアムエディションというのがどっちかというとちょっと高級路線に振ってる方で、ブラックエディションっていうのがどっちかというと走りの方に振ってるという感じになってます。でこの車はその、どっちかというと高級路線に振ったプレミアムエディション
いう形になっていて、台数的にはね、まあ、これ感覚なんだけれども、まあ、ピュアエディションがやっぱベースグレードで台数多いのは当たり前なんですけど、ブラックエディションプレミアムエディション、要は走りか高級かっていうと、やっぱり結構街乗りで乗ってる人も多いので、結構ねプレミアムエディションは比較的台数は多いんじゃないかなと思ってますね。じゃあですね、外装をちょっと軽く見ていきましょう。まあ基本はかなり綺麗なお車ではあるんですが、目立つ傷でいうとパッと見はないんですけども、ないですよね。まあ本当にちょっと飛び石がちょこちょこっとこうカメラで映るかどうかっていうぐらいのものがちょこちょこあるのと、あとはですね、一番大きいのはこのバンパーの下ですね。下映りますか？わかる？ちょっと擦れてるの。そうですね。そう。という形で、そうなんですよ。このバンパー大きいんで結構擦ります。こっち側。いやもう全体的にはね。全体的にですね。まあ目立たないんで。いっちゃいいと思いますけど、まあ、気になる方は、まあ、直してもらえばいいんじゃないかなっていう感じですかね。で、サイドはどっちからいきますか？まあ、こっちからでもいいですか？サイドも、まあ、基本はノーマル、足回りもノーマル、アルミもノーマルという形でございます。で、ブレーキが大きいのがついてますね。パッドもたっぷり残ってます。後で記録簿あるんで説明しますけれども。っていう感じで、まあ、サイド、あとアルミホイル傷ね、そんなにないので、かなりアルミのコンディションはいいんじゃないかなと思います。で、後ろ回っても、まあ、やっぱりノーマル、マフラーもノーマルっていう感じでございます。OK ですか？結構サクサク進んじゃいますね。だからやっぱり新しいんであんまり説明することないんですよ。かっこいいね、綺麗だね、以上終了みたいな感じですけどね。あとまあちょっとここら辺ね、タッチペンの傷があったりとかありますけどね。まあ全然気にならないんじゃないかなと思っております。でタイヤはこれ確か1回もお客さん変えてないんだよな。だからもう山はそんなになくて、ここちょっとガリ傷あるな。2019年のタイヤ1回変えてるか。そして2017年、2019年、1回変えてるんだ。だね。とはいえね、まあ、2019年というと5年前でしょ。そうです。タイヤ的にはね。なので、まあ、もう変えちゃってもいいんじゃないかなと思います。山もそんなに残ってないので。っていう感じですね。ただ、このタイヤ変えるとめちゃめちゃ高いですよっていうね。高いんですね。高いですよ。10万、20万じゃ変えられないですから。そんなもんじゃないそんなもんじゃないですから。まあもちろんね、どの銘柄選ぶっていう話になりますけれども、まあやっぱり GTR ですから、それの銘柄を皆さん選ばれると思うので、まあどうなんだろうね、30万ぐらいはするんじゃないかな。40万ではさすがにいかないと思うけど、まあそうだね、35万とか、そのぐらいするんじゃないかなと思います。じゃあ次は、中行ってみましょうかね。プレミアムエディションなので、中がやっぱり重要になるんですね。エンジンかけちゃいましょうか。まあもちろん現代車ですからプッシュスタートになっておりますという感じですね。で、通常のプレミアムエディションは黒の内装でハーフレザーみたいな、ここがスウェードって言ったらいいのかな、でここがレザーみたいな感じなんですけれども、まあ、プレミアムエディションだけはオプションでファッショナブルインテリアだったかな、革のシートの設定が選べるんですよね。でせっかくまあプレミアムエディションを選んでるんであればっていうところで、まあ、大体皆さん革シートにしてるという感じですね。これセミアニリのいい革が入ってますから、で色はね画像でちょっと、伝わるかどうかなんだけど、赤色でもオレンジ色のタンっていうレザーと、まあそうだね、画像で見ると赤くちゃんと見えるねという感じですね。まあそんなにシートのダメージもないし、まあ新しいからね、かなり綺麗なんじゃないでしょうか。ハンドルもまあちょっとねテカリはあるものの、まあ全然綺麗でしょうという感じですね。じゃあよし、向こうにちょっと回りましょうか。そうでやっぱり内装が2017年のこのモデルから、大きく変わったのが、まあ、やっぱりこのモニターだよね。昔まではもっと全然ちっちゃかったんですよ、このぐらいで。だからよし、昔見てたやつよりも全然ちょっと近代的でしょ。確かに変わってますね。そうそう。でこれカーボンだったりとかで、あとプレミアムエディションなので、BOSE サウンドのスピーカーこれと、
後ろのここですね。そうですね。これもはい、スピーカー。これが標準でついてたり、セキュリティがついてたり、あとはこれでできたかな。ここでねマフラーを、はい、可変一応マフラーなんですよ実はこの車標準で。で音を、可変マフラーっていうとどっちかっていうとなんか静かなのをうるさくするスイッチみたいなイメージがあるじゃん。そうですね。でもこれはどっちかっていうとねうるさいのをさらに静かにするみたいなところで、これでしょ。はい。で多分これが静かにする方かな。わかる？ちょっと変わったかもしれない。なんか本当にちょっとじゃない？ちょっとですね。そう本当にちょっとなんだよね。あんまりわかんないんだよねっていう感じなんですよ。はい、じゃあ次はボンネットの中行ってみましょうか。はい、そうで 35GTR は、はい、下のフロア覗くと分かるんですけど、はい、もう全部ディフューザーみたいな感じでさカバーがされちゃってるから、はい、あんまりサビって見れないのよ。はい、なんだけど意外とねサビが顕著に出るのがここのエンジンのここら辺なんだよね。35でもやっぱり出るんですか？あ、全然出る全然出る。だから意外と、4駆だしさ、当然いろんなところで人気があっていろんな地域で乗られてる車があるんですけれども、はい、やっぱり雪を食らってたりとか保管状況が悪かったりとかすると、はい、ここら辺のアルミはガンガン腐食していくからさ、これもちょっとねこういうところ出てるけどね、ちょっと熱いのかな、大丈夫か、はい、そうってなるんですけれども、35見るときは結構ここ見るとどんな感じかなっていうのはなんとなく見えてくるんじゃないかなとは思います。はい、はい、であとこの車に関しては前のオーナーさんですね、はい、前のオーナーさんですね、実はここ俺の地元でいうならば武蔵村山市っていうところがね東京の端っこの田舎の田舎ですねお前もっと田舎に住んでる怒られるそうでなんだけど、はい、で武蔵村山ではね結構俺の友達とか職人さんとかでは大体の人がみんな知ってる、はい、結構有名な建設会社さんの、社長さんが乗ってらっしゃった社長さんの足車だったって感じなのかな、はい、っていう感じでして、基本的にそのお客様も特に走りにガンガン行ってたりとか、サーキット行ってたりとか、はい、そんなのはなくって、はい、通常の日常仕様として、GTR を買われた当時新車でね、はい、新車ワンオーナーだからさ、はい、そこの会社はねあれよ建設会社ダンプとかも持ってるんだけどさ全部同じ色でさ同じロゴのステッカーっていうかあれ多分塗装なんだよな、ラメった塗装が貼ってあって書いてあってさ、はい、結構かっこいいんですよ。見たら分かりそうです。見たら分かる、はい、見たら分かるそうだから俺車検証お客さんいらっしゃってみて、はい、あれっつってそこの会社さんだったんですねみたいな昔から知ってますみたいな話で、はい、でよくよく会社概要とか見ると変な話俺が生まれる前からある会社だからさ、はい、そうもう超老舗っていう感じなんですけどね。でそこの社長さんが乗ってらっしゃった車で、さっき言ったように特にサーキットとか行ってなくて、はい、よくですね 35GTR を買ってちょっと走りたい人走ってる人とか、はい、飛ばしたい人なんかはスポーツリセッティングっていうのをやるんですよね。はい、でそうすると、添加時期変えてるのかなあれパワーっていうか出力の出方が変わって、はい、結構いろんな走り方もうちょっと楽しめるような走りなんですけれども、はい、こちら乗られてたお客様は、基本そんな飛ばさないし、はい、狭い日本ですからでサーキットもちろん行かないしっていうので別にそういうのはやってない話ですから、はい、通常スポーツリセッティングとやるとここら辺にそういうのやってありますよとかステッカーが貼られるんですけれども、はい、この車はベースノーマルの状態という形でございます。なんで、そういったそのサーキット走行とかのダメージも特にないので、はい、普通のコンディションで普通に程度がいい調子いいと一応そんな感じの車でございます。これもねカーボンですからね。カーボンファイバー。カーボンそうカーボンだしそれこそセンターコンソールもカーボンですからねちゃんとしたこれもすごいよね。お金のかかり方がね違うんですよね。もともとっていうことですかね。そうもちろんこんな感じでございました。はい、だってこれでさ馬力がさこれ何馬力あるか知ってる？ちなみに 34GTR、32GTR、はい、年代は俗に言う第2世代っていうんですけれども、はい、第2世代は280馬力規制っていうのがあって、はい、どの車も280馬力までっていう話だったわけですよね。最大出してもね、はい、っていう感じだったんですよ。でそれを買って、今俺もね 32GTR とかやってるけれども、はい、馬力をどんどんお金をかけてアップしていくわけじゃないですか。はい、こいつノーマルじゃないですか。何馬力だと思いますか？400ぐらいですか、ね。ああなるほどなるほど。はい、これはですね最終型になるので、570馬力です。倍ぐらいある。そうノーマルで正確に言うとね 570PS なんだよね。馬力表示にすると565とかだったのかな。
そうそうそうなんだけれども、そういう話なんですよ。もうノーマルの状態でこれですから、32GTR とか 33GTR で570作ろうと思ったら、とりあえずエンジン1回下ろして全バラにしてオーバーホールして、強化なもの組み付けないともちろんダメなんですし、でエンジンだけ強化したってミッションダメでしょ、でミッション強化したって今度はブレーキもダメじゃないですか、っていうのがあるので、最近はキットでも売ってるんですけれども、この3号のブレーキね、これをその34の GTR とかにも類用できるキットがあるんですけれども、それだけで、定価で135万とかだったかな。135万、ブレーキ135万円のブレーキですっていうのがもう標準でついてるわけですよ。まあもう馬力って言っちゃうけど570馬力のエンジンがあって、で130万ぐらいのブレーキがあって、でいろんなところにカーボンパーツがあって、ボディも補強もしっかりされてて、何の心配もないんですよ。安いタイヤ履かせられないですね、それ。まあそれは安いタイヤ履かせそうだね。まあ売ってないと思うけどね。っていうのがあるので、第2世代一生懸命お金かけてパワーアップしたりとか、まあそれやってる間に今度壊れて修理したりとか、それやってる間に今度ボディが錆びてとか、で足回りやってとかボディ補強やってとかってやってるのを考えると、もうこれ買えば終わりですから。確かにそうっていう話なんですよ。ちょっと悲しくなってくるんですけどね。そうですよ。まあそんな感じの車でございました。OK ですか？はい。あとはまあ下回りはさっき言ったようになんだ。まあ板張っちゃってるから、見てもあれなんでトランクだけ見て終わりにしましょうかね。じゃあ、トランクルーム見ますけど、まあ暗いねめちゃめちゃ暗い、これはねなんかねコーティングの時のバッグなので、まあこれはちょっとよくトランクこんな広いからね。結構広いです。結構広い。俺ゴルフ何回かこういう3号で行ったことあるけど、2個は確か入ったんじゃなかったかな。入るんですね。でここはめくれないんですよね。そうなんですよね。という感じです。ですね。下はだからこんな感じです。もちろんこれもカーボンファイバーですね。こんな感じでございます。OK ですか？はい。まあ外装を見て内装を見てエンジンルームトランク、まあ下回りはちょっとまあぐらいしか見れないんで、だからこの車で言うならば、まあ内装のクオリティは全く問題なくて、外装でいうとフロントのバンパーの下、まああとは右フロントのアルミホイルの傷、あとはまあタイヤ変えた方がいいよねっていう感じ、まあこんぐらいを押さえといてもらえればいいんじゃないかなと思います。OK ですか？はい。じゃあヨッシー君一応そんな感じで、今日紹介させていただいたのは、こちらの R35GTR でございました、地元で有名な会社さん、まあ、ちなみに言うと俺の中学の同級生そいつの甥っ子も働いてる会社です、の、会社さんから、買い取りでいただいた、お車でございましたと、車内を話すと、平成29年式2月登録、西暦でいうならば2017年ですね。で車も2017年モデルの、R35GTRプレミアムエディションね、高級路線のプレミアムエディション、走行距離ねジャスト3万キロぐらい、3万キロぐらいという感じでございます。車検もね来年の再来年の1月だ、今年の1月取ったばっかりなの、っていう車でございました。OK ですか？であとですね、一応記録簿とか、そう記録簿とか、取扱説明書、記録簿、新車の時の保証書、そこら辺は、全部、付属しております。でですね、GTR にはですね買うと新車買った時しかこれ入れなかったのかな、このねハイパフォーマンスプログラムみたいなのがあって、簡単に言うとね GTR 専用の整備のプログラムみたいなのがあるんですよ。ハイパフォーマンスの、プログラムがあって、でそれも新車の時に加入してます。で保証書一応ありますけれども、俺全部これ見たんだけど、基本的には新車の1ヶ月目6ヶ月目の点検から始まって、大体さ点検でさ1年ずつやる、やらない人だと車検の時しかやらない、もっとやらない人だと車検の時も投資車検でみたいな人もいるんだけれども、まあ基本は1年に1回もしくは2年に1回みたいな話なんですけれども、この車に関しては去年のだから車検までは、ずっと半年に1回で取ってて、全部それも記録も残ってるんですよ。まあ地元の、日産のディーラーで、俺もたまに行くんだけどさ、まあ、そこでこう点検をしてるという感じでございます。まあ、さらに言うならば武蔵村山の日産は、実は GTR の発祥の地っていうのを知ってます？武蔵村山のプリンスの丘、
そうなんですか。あ、知らない。知らないです。あ、知らない、はい、そうなんですよ。もともとは武蔵村山って、はい、日産の工場、でっかい工場あったわけですよ。ですごい GTR が生まれたと言われてます。でそれを記念してそのプリンスの丘っていうのも公園とかもあるんですよ。ちゃんと記念碑とかあるんですよ。プリンスの丘ってありますね。そうそう、日産プリンスのプリンスとかもね、はい、そうっていうのがあるんですよ。でそれをだから俺の同級生とかお父ちゃんが日産で働いてる人とか結構いたし、はい、社会科見学で小学校の時日産工場入ったりとかもしたことありますからね、っていう感じなんですよね。ただ、ゴーンさんですね、カルロス・ゴーンに変わってから、はい、多分リストラなりなんなりで、それがなくなっちゃったみたいな話らしいんですけども、まあ、そこはよくわからないんですけど、今はもうないんだけれども、はい、まあ、そんな感じで、まあ、そこの日産で、昔からあるんですね。ずっと新車で買って、はい、でそこでプログラムに入ってでそれでちゃんと点検をされてた車なので車の状態コンディションは、まあ、そういった意味でもいいんじゃないかなと思います。はい、OK ですか。はい、はい、じゃあよしこんなところで、まあ、さっき言ったようにこの車のパフォーマンス的なところ、はい、どんぐらいパワーがあってどんぐらい楽しくてどんぐらいなんだろうな燃費がいいのかとかさ、はい、部品代がいくらかかるかとかっていうのは、他の YouTuber さんに任せましょう。それは僕らの仕事じゃないので、はいはいそう今日はあくまでこの車の中古車入りました、買う人いたらどうぞっていうご紹介のご案内でした。はい、OK ですか。はい、はい、じゃあ最後よしなんか質問あれば。一応じゃあ動画のアップと同時ぐらいに販売開始されるということで、はい、販売したいです。前回のチェイサーもそうしましたね。そうですね。はい、はい、そしたら翌日売れました。翌日翌日です。夜7時にアップして、はい、次の日の14時に制約になりました。やっぱ早いです。はい。いやこれは実際まあ売るとして、うん、値段はじゃあ今のところはまだ言えないですよね。あでもね、はい、ある程度ちょっと決めててさっきも相場見たのよ、はい、で感覚的には、まあ、ちょっと具体的には決めてないんだけど、はい、まあ、1150から、まあ、1200の間ぐらいかなっていう感じで結構ねあんまり普段扱わないからカーセンサーバーって見たんですけど、はい、なんてやっぱ値段の振れ幅が結構あるんだよね。高い車だと1300万ぐらい同じぐらいの2万キロ3万キロぐらいでも、はい1300、1400全然あったりするし、はい、もちろん同じこのモデルでね。で安いのでも1100万円台もちょろっとあるけど、はい、やっぱり5万キロぐらい走ってたりとか、あとはまあ、色に関してはやっぱオレンジとか、まあ、オレンジね後期型からなんで、はい、人気あると思ってるんですけど、まあ、やっぱりちょっと奇抜な色なので、はい、あんまりこう売れ残ってるイメージで結構オレンジが安いのがパパパパパってあるような感じでね、うんはい、で意外とねこの黒は数少ないし、はい、でこのアーバンレッド内装も結構かっこいいと思ってる、はい、でまあ、1300万ぐらいあってもいいのかなとは思うんですけど、はい、まあ、とはいえさっき言ったようにうちもこれ専門でやってるわけじゃないしお客様が買い取ったお車だし、はい、まあちょっと早めに、まあ、多少安くても早めに売っちゃってもいいかなって思ってるので、はい、もしこれで狙ってる人がいたら、まあ、その価格帯だったら結構お買い得なんじゃないかなと思います。 OK ですか。はい、はい、どう金額的に数年前とかよりは高くなってるんでしょうけど、今だったらそんな思ったよりはっていうイメージでした。そうだね。でもね、はい、数年前と多分そんな変わってないよ。変わってないですか。だから前やってたじゃん。まああの時の方が多分程度はいいけどね、もちろんね、はい、程度はいいんだけど多分1000万切って売ってたイメージはないから全部やっぱ1100、1200ぐらいからっていう感じじゃないかな。そのぐらいでした、ね、そう、はい、で当時言ってた新車の価格が1200ぐらいかな、オプション入れて1250ぐらいかな、はい、で多分税金なり何なり払って1300ぐらいが乗り出したと思うんだけどさ、はい、現行モデルに関してはどんどん値段上がっててつっても新車買えないんだけど、はい、1600万ぐらいプレミアムエディションで大体、はい、で1600万じゃん。でもさっき言ったように買えないんですよ。抽選なんですよ。僕も応募したんですけど外れたんですよ、今年のモデル。買いたくても買えない。買いたくても買えない。で買いたくても買えない場合今市場はどうなってるかっていうと、はい、オークションに転売屋なのかな、まあでもあとちょっと走った車中古車とか出てくるんですよね、はい、そうするとそれが新車よりもやっぱり100万200万高い値段で売ってるんで、はい、いざプレミアムエディションの現行モデル買おうとすると多分1800とか、まあ、2000まではいかなくても買えると思うんだけど、はい、ぐらいは多分必要になっちゃうと思うんですよね。その走ってない状態だったら。そう、でそこから考えると、まあ、ほぼパワートレインは同じだから、はい、多少マネジメントは変えてるとはいえ、はい、で内装の形は基本同じなので、はい、まあ、それで1200ぐらいで買えるんだったら、まあ、結構お買い得なんじゃないかなと思います。そうですね、はい、で一方でもっと一番の初期型2007年ぐらいから出てるのが、はい、今でいうともうじき20年経つわけですけれども、そのモデルとかは一時400万ぐらい前下がってたのね。300万とか昔そうよ450万とかで売ってたからね、3万キロぐらいのやつ
なんだけどそれがねまたガーって上がっちゃったんですよ。で今そこら辺でも多分700ぐらいないと買えないと思いますし、はい、でこれの1個前の中期型初期型もそうですけど、はい、ダッシュボードのデザインとかが全然違うのと、はい、結構ダッシュボードバキバキに割れたりとか、はい、あとベタベタするんですよ日産のダッシュボードが劣化すると、はい、っていうのがあったりとかするので、まあ僕的にはこのモデル結構おすすめで、内容はだいたい今の現行モデルとそんなに変わらないっていうのがあって、はい、でしかも現行モデルは新車の価格も上がっててさらに買えないからさらに値段が上がっちゃって、まあ、さっき言ったように1800なり2000万なり必要なものなんですけれども、まあ、それとほぼ同じぐらいのものが、まあ、1200ぐらいで買えるのであれば、はい、まあ、ちゃんと中古車としてなんかお買い得感があるじゃん。そうですね。わかる？はい。そうっていう感じなので、まあ、そういった観点でいうとこれは僕的には結構おすすめだと思うので、ぜひ欲しい人いたら見てもらえたらと思います。 OK ですか？はい、じゃあ今日はこんなところで皆さんのご利用お待ちしてます。はい、終わりですよね。終わりです。はい、じゃあ次回までよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。